皆さん、こんにちは。今週もアニメ、シャドウハウスの感想を語っていきます。今週は、まず、広間に、たくさんの生き人形が集められるところからスタートします。生き人形のリーダー格であるバービーが、先週、亡霊が出現したことの原因を探るため、各班に聞き取りを始めます。しかし、このバービー、かなり暴力的で、色整然とした態度で反論したミアは下痢を入れられます。それに対し反論しようとしたエミリコを止めるため、男の子の生き人形であるショーンが助けてくれます。そして、生き人形の中でも引っ込み思案で、失敗を繰り返してばかりのラム。このラムとエミリコとショーンの3人で、館の夜の見回りをすることを命じられます。エミリコは、一回部屋に戻ったところで、ケイトに、一緒に勉強しようと言われますが、夜の見回りがあるためこれを断ります。断られたケイトは、気をつけてね、と言いながらも、頭からは、しっかりすすが出ています。また、他の部屋でも、ケイト以外のシャドウが描写されます。各シャドウの性格や、生き人形との関係が垣間見れる描写でした。余談ですが、ショーンの主人である、シャドウのジョンも後々登場しますが、非常に魅力的なキャラクターです。来週には登場するかな。そして夜の見回り開始。目が悪いショーンと引っ込み思案のラムを率先してリードするエミリコが可愛いです。リーダーの素質が垣間見えます。しかし、長時間見回っても原因は発見できず、翌日に持ち越します。翌日も原因は見つからず、毎日昼は主人の部屋の掃除に、夜は見回りと、満足に休めない毎日が続きます。そんな日が続いて、数日、ショーンは部屋から毛布を持ってきて、見回りの時間に寝ることを提案します。エミリコは原因を探したい気持ちもありましたが、寝不足でケイトの部屋の掃除も満足にできていないこともあり、3人で寝ることに。そんな中、3人の元に近づいてくる謎の影が現れ、これにびっくりしたラムは一人で逃げてしまいます。ちなみに、ここは原作と思いっきり変わっていますね。原作ではかなり重要な人物の登場シーンでしたが、ただの脇役に変わっていました。これについては作者様のツイッターに書いてありましたが、尺の都合のため作者様からの依頼のようです。話は戻って、エミリコとショーンは逃げてしまったラムを探すため、館の探索を続けます。途中、弓矢が飛んでくるトラップが発動します。ショーンが助けてくれなければ、エミリコは危ないところでした。探索を続けるうちに隠し、扉の存在に気がついたエミリコは、隠し扉と思われる壁に突撃します。このノーキングアイも主人公っぽくていいですね。隠し扉の先でラムと再会。ラムにも友情が芽生えたように見えるシーンです。そして、その扉の中で亡霊を発見します。エミリコの起点とショーンの攻撃で、うまく亡霊を撃退。3人でエミリコの持ってきたパンで祝勝会です。亡霊騒ぎの件はこれで一件落着です。しかし、そんな中、エミリコの主人であるケイトは、エミリコとの時間が全然取れず、このままではお披露目に落ちてしまうと不安な様子。私には、やるべきことがあるのにと、思わせぶりな言葉をつぶやき、今週は終了です。今週は、各キャラクターの性格や立ち位置などが少し分かった回でした。説明の中で触れた通り、大幅な改変がありましたが、確かに、1クールで区切りのいいところまでやるためには、やむを得ないだろうと思います。おそらく、来週あたりからお披露目に入るのでしょうか。個人的に、原作でも、すごく好きなところなので楽しみです。それでは、今週はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。